っていう概念はないですね。知らんわ。知らんわ。言いたいんですけど、そのおかげでそれは変わりましたね。森社長すいません。ちょっとご相談があるんですけど、僕今入社して5年ぐらいの会社に勤めてるんですけど、とにかく毎日がきついんですよ。それはマインド、メンタル的にも体力的にも、とにかく朝起きて会社に行くまでの憂鬱感とても強くて、どうしたらいいのかなっていう漠然とした質問なんですけど。正直に言うと、はい、知らんわ。知らんわ。言いたいんですけど、僕はちょっと理解できないんですよ。僕のきつさが。だってきついとか辛いって、一時ね、これ大変だなとか、ちょっと辛いなとか、ありますよ。あります。誰でもあると思いますよ。でも、でって話じゃないですか。どうすんの？行くしかないですね、会社に。行くしかないが一般の人が考えるんだとしたら、でもそれでも行くしかないっていうことは、辛いことをきついことに耐えろみたいな、耐えるしかないと思ってるじゃないですか。でそれを思ったところで、何しに行ってんのみたいな話に思っちゃって、なんできついのか、なんで辛いのかってよくわかんないんですよ。何がきつくて何が辛いのみたいな、ちゃんと分解して考えた方がいいと思うんですよね。なんか細かい要因もたくさんあるんですよね。ちょっと苦手な上司がいるとか、みなし残業が多いとか、細かいのはいろいろあるんですけど、そういうのが毎朝起きるたびにバーッと降ってきて、したくないなっていうマインドになってしまうんですよ。引っ越し業界って、僕のイメージ、体力的にものすごいきついと思うんですよ。そういう、社員さんの声とか、森社長自身もそういう経験ってないですかね。瞬間的にでもいいんですけど。瞬間的にはね、ありますよね。ちょっとつれえなとか、ちょっときついだなとか、瞬間的にはありますけど、だからどうしたみたいな。そんなこと言ったらきついこと探ししたら何でもありますよ。僕からしたら人にもよりますけど、体を動かすのがきついっていう人もいれば、頭を動かすのがきついっていう人もいますよね。僕からしたら引っ越しの仕事よりも営業の仕事の方が大変です。それはメンタルがきついか、体がきついかだけの話で、どんな仕事においても、何においても、それは頑張ってたらきついことも辛いこともありますから。それは頑張らなかったらきついことも辛いことも当たらないかもしれないですけど、頑張ろうと思ってやってたら、それはどんな場面でも出ますよね。でそれがあるからどうしたって話で、例えば荷物運んでて、この現場きついなと思っても、やんなきゃ帰れないんですよ。終わんないんですよ。やるしかないんじゃないですか。で、やるということにあたって、きついとか辛いとか考えて、なんかプラスあります？考えるときは損ですよね。きついな、辛いな。でもやるしかない、やろう。頑張ろう。やろう。以上ですよ。なるほど。きつい、辛いって思い続けたところで何の解もなければ何も変わらないんで、本当に思うだけ損ですよね。で、どうするのって、次どうするのって考えた方がいいですよね。一般的に例えばそのテレビとか、メディア、ウェブとかも SNS も含めてきついとか辛いとかをなんかすごい拡大解釈したりとか、なんか世間一般のきつい辛いみたいなのを自分にインストールすることの人が多いですよね。ちゃんと考えた方がいいよと思うんですよ。何がきついの？何が辛いの？みたいな。なんかそれって周りの言葉にごまかされてるだけで、惑わされてるだけで、それは辛いんだっていう自分のインプットから勝手に辛いって思ってるだけじゃないのか。結構いっぱいあるんですよね。だって僕からしたらじゃあ引っ越し辛いですよねって言われるんですけど、ちょっと言ってる意味がよくわかんないんですけど、いやそれは体的には要は負担はかけますよ。じゃああなた休日にやってるゴルフって辛くないんですか？なんで80にもなってゴルフやってるんですか？みたいな。意味わかんないです、そっちの方が僕は。同じじゃないですか？みたいな。経営者とかもそうですよね。よくね、トライアスロン出てきました。意味わかんないですよ。引っ越しの仕事辛いねって言われながらトライアスロンやってる。トライアスロンのこと辛くないですか？みたいな。なんでやってるんですか？みたいなことをみんな固定概念だけでやるとしても、例えば女性とかですごいヨガやってますと。ヨガもう最初辛くないですか？体が硬い時みたいな。だからよくわかんないですよね。だから惑わされすぎだと思いますね。森社長自身がやりたくない仕事ってあるんですか？でも細かいこと言えばないこともないですけど、やりたくない仕事ってあんま考えないですよね。なんかやらなければならないのかどうかみたいな。別にやらなくていいんだったら、やりたくないしやらないしみたいな。やらなくていいんだったら、やらないってだけの話なんで、やりたいかやりたくないかで、別に仕事は判断しますよ。やった方が良くなるか、やらないと何か問題が起こっちゃうからやらなければいけない。だから、やった方が良いのか、やらなければならないのか、だけでやってるだけなので、やりたくない仕事っていう概念はないですよね。アップルさんの社員さんは、森社長みたいなマインドというか、前向きな人が多いんですかね？比較的多いと思います。部分はね、やっぱり人間ですから、
出たとしても、相対的に見れば最後どう考えるかっていうのは前向きな人が多いと思いますね。森社長のそういうマインドっていうのは幼少期から育まれたものなんですかね。僕はでも自分なりに自己分析すると、はい結構ネガティブだと思うんですよ、10代の時とかで。だからって言われますけど、10代の時に振り返ってみるとネガティブだし優柔不断だったと思いますね。じゃあやっぱりお仕事っていうか社会に出られてからそうですね。だからそれは仕事のおかげですよ。仕事のおかげでそれは変わりましたね。だって言ってもしょうがないんです、ネガティブ。言って何か変わるんだったら言いますよ。例えば愚痴不満をガタガタ言ったらね、なんか業績が上がるんだったら言います。でもマイナスがあってもプラスがないんで言ってもしょうがないんですよ。時間もったいないじゃないですか。だから愚痴を言う暇があるんだったら、でどうすんのって、だから次自分とどうやってそれを変えていく、行動していくみたいな話の方がよっぽど重要なんで。って考えたら合理的に考えてもそうじゃないですか。優柔不断だったのも決めないと物事が進まないんで、決めるしかないじゃないですか。もし間違ってたとしても、またやめる、変えるっていう決断をすればいいんですね。決めない方がよっぽど悪だなみたいに管理職やと思ってるんですよ。だから自然とそうなってるんですよ。考えた時間もったいないから。もちろん考えがゼロはダメですけど、ある程度考えて、これが多分いいだろう悪いだろうって考えたらイエスノー、違ったらすぐ変える。この方がよっぽどうわ言ってるよりはいいなと思って、そういうのを習慣づけて習慣になってるんだよね。なるほど。必ず考えるのは、そのネガティブなとこ行ったところで、どうすんの、何が変わるのみたいな。しょうもないことに時間使うのやめようや。それも変わっていった変わりましたね。ところどころ言いますけど、練習ですよね。そうあるべきだみたいな。慣れないうちは、そう言っても、うわ、辛いな、ダメだみたいな。そうじゃないみたいな。この思考の練習を繰り返して実践してきたら、もうなんかそうなっちゃったみたいな。自己暗示的な感じでじゃあ、ずっと習慣づけてやられてたんですね。なるほど。ありがとうございます。このチャンネルではビジネスに役立ちそうな知識、または組織論など、皆さんに有益な動画をいろいろ配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして最後にこの動画にもいいねを押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。Apple では共に働く、そして共に日本一を目指す仲間をいつでも募集しておりますので、ぜひご連絡ください。